高千穂ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は温泉施設のタトゥー禁止のポストが話題になっている件について話していきたいんやけど、元のポストが天然温泉カッパの湯という青森にある温泉の非公式アカウントポストなんやけど、当店は入れ墨タトゥーを入れている方のご入浴はできません。仮にご入浴していたら上がっていただきます。玄関にもご入浴いただけない旨張り出しています。上がってからの逆切れをおやめください。注意書きを読んでいない。入れ墨、タトゥーを入れている自分の責任です。自分を責めましょう。というポストが、8月の20日に投稿されとるんやけど、これがもう1200万以上のインプレッションってなって話題になっとんのよね。で、このポストの内容として、カッパの湯がタトゥー拒否という全面的に受け取れる表現をしとって。言い方やろうな。今までもこういうさ、タトゥーに対するネガティブな発言っていっぱいあったと思うけど、定期的に掘り起こされてるような気はするけど。特にこういう本文にも上がってからの逆切れをおやめくださいとか、自分の責任ですとかいう結構強い言葉が書かれとって。で、実際にこういうタトゥー入れとる人に、そういう言われたことがあるっていうことを追記で書いとったりしとるから賛否があって、それが日本におけるタトゥー文化と温泉業界の現実としていろいろ討論されるようになって、で、例えば2チャンネルを創設したひろゆき氏もこの状況に言及しとって、温泉に入れない、子供をプールに連れて行けない、スポーツジムに入れないといったような呪いを自分にかける覚悟があるならいい。覚悟がないなら入れ墨やタトゥーは日本で入れない方がいいですよという感じの、タトゥー入れるなら覚悟しなさいというような形で、ある程度自分の行動が制限されることを覚悟しとけよ。覚悟した上でタトゥー入れるっていうことやな。で、実際にこの温泉でタトゥー禁止についてのアンケートがあって、時代に合わせて変容すべきっていうのが、22.4%。で、一律ではなく個々で対応を検討すべきっていうのが 33.7% で、一律で禁止すべきっていうのが 43.9% というくくりで、これが20代から60代に取ったアンケートなんやけど、特に40代以上、40代、50代、60代というくくりに見たら、一律で禁止すべきって言っとるのがもう 50%、半数ぐらい占めとるから、年代が高くなればなるにつれて、タトゥーっていうのに対して、ネガティブな意見っていうのが結構見られとる。逆に今はファッション的な感覚でタトゥー入れる人が若者やと多いから。そう、若者でも多いし、それこそ、自分の好きなアーティストとか、スポーツ選手が入れとるからっていう理由で、昔に比べたら受け入れられとるとはいえど、まだまだこういう声も大きいっていうのがわかるな。日本でそもそもタトゥーがあまり受け入れられないっていう理由が、何点か挙げられとって、一つ目が、犯罪との結びつき。日本の歴史においてそのタトゥーは犯罪者の印として用いられてきとって、江戸時代とかにはもう刑罰としてもう入れ墨が課されて、入れ墨イコール罪人っていうイメージとして定着しとったよね。近代以降はその暴力団との強い結びつきが、強く暴力団員の人が全身に入れ墨入れているっていう姿が映画とかドラマで、より一般的にタトゥーイコール反社会的勢力っていう偏見っていうか構図が生み出されとるの。イメージがな。今は、これやんな。そう。犯罪者イコールタトゥーっていうよりは、反社イコールタトゥーっていうか、入れ墨っていうイメージの方が強いよな。そうやな。で、二つ目が、清潔感とか公衆衛生の概念から、温泉とかプールといった公衆浴場や施設ではタトゥーがある人を利用禁止としとる。感染症対策とか、集団の中で清潔感っていう重んじる日本の文化からは、やっぱタトゥーが感染症の媒介になるという誤解や、見た目から不潔だっていう感じる人が多いという理由から良い人はされてない。でも誤解なのこれって。実際にはタトゥーが入っとるからって不潔なわけではないやんの。そう誤解らしいで。だからこれもさっきのイメージが一方的にタトゥーイコール悪っていうくくりでもう見られとるの。で、それにも通ずるんやけど、三つ目が日本のは昔から集団を重んじる文化として、それに対してタトゥーは個人の強い主張とか自己表現とみなされて、集団の地図を乱すものとして敬遠されてるって。これは特に年配の人とかさ、保守的な人の中には、より強く見られとるっていうのが、考えられる。確かに、タトゥー入れとる人ってさ、何らかの思想がちょっと癖がある人が多いっていうイメージがあるというか、実際そうやろ。その日本でわざわざタトゥー入れるっていうのは、人と違った特徴を持つことになるってことやから、実際タトゥー入れとる人ってやんちゃな人が多い気がするしな。で、割合多いのは確かやと思うしな。集団主義からは逸脱するよな。日本で見ればタトゥーって結構異質なもんやけど、海外的には
全然もうフォーマルなもんだと受け入れられとって、で、特にアメリカとかオーストラリアとか、イギリスとかはもう人口の3から5割ぐらいがタトゥーを入れとるとされとるから、2人に1人はもうタトゥー入ってますみたいな、そういう国もあるわけやから、そこは文化の違いっていう感じやな。じゃあ海外やと銭湯とかそのプールでタトゥー禁止っていう施設ってないんか？もうそれがタトゥーが当たり前やからな。逆に禁止したら市場としても商売にならんぐらいのレベルなんじゃない？周りもそれを怖いとか思ってないってことやな。うん。ただそんな中で、日本みたいにタトゥーが NG というか厳しいって言われてる国も何個かあって、一つ目が韓国なんやけど、韓国も社会的な背景として軍隊への入隊や特定の職業が就職が制限されることがあって、で、日本と同じでテレビとか映画に出演する芸能人もタトゥーがある場合はタトゥーを隠すっていうことが一般的って言われてるのね。確かに、テレビとかでさ、見る韓国人って BTS とかさ、K-POP アイドルが多いから、タトゥー入っとる人もおるかなっていう気がするけど、実際一般人はさ、韓国とか行っても別に全然タトゥー入ってないもんな、韓国人って。日本に住んでる韓国人もさ、在日の人とかもタトゥー入れとる人ってほとんど見たことないわ。言われてみればな。うん。だからもう韓国ではそのタトゥーの彫り師とかは医療法違反って言われてるぐらい、もうアンダーグラウンドな存在らしくて。もう摘発されるリスクを抱えながら活動しとるレベルらしいよ。逆に日本より厳しいかもしれんな、そういう意味では。そこまで言ったらな。で、同様に中国でもタトゥーが政治的な当選対象となることがあるらしくて、タトゥーのある芸能人や格闘家がテレビやラジオに出演するのを規制しとるらしい。社会的なイメージも、若者とかの間ではタトゥーの人気は高まっとるらしいんやけど、政府や保守的な層からは否定的に見られとるって言われとるな。だから日本と同じやね。やっぱ東アジアではタトゥーに結構批判的な国が多いわけやな。うん、日本、韓国、中国ってきたらな、同じ価値観じゃん。うん。確かにさ、チャイエスとかでさ、中国人のエステティシャン、タトゥー入ってないよな。見たことないわ。言われてみれば。日本もな、タトゥー入っとる人がさ、やっぱテレビ出にくいっていう、あんまりタトゥーを全面的に出してテレビ出とる人ってあんまおらんか。うん、おらんし、特に NHK とかはもうタトゥー入っとる時点で、出禁って言われとるぐらい厳しいから、やっぱ文化的にも。そういえばさ、サッカーの日本代表でタトゥー入っとる選手がさ、テーピングとかで隠しとることあったよな。うん、あったな。腕テーピングまみれになっとる人とかおった気するわ。スポーツ選手とかでも、例外なく NG なんやろな。日本という国においては。うん。中国も一緒なんやな、じゃあ。うん、やな。で、あとはイスラム圏の国々も、宗教的な理由からタトゥーが厳しく禁じられとって、イスラム教の教えとして体は神から与えられた神聖なものであるから、それを傷つけるタトゥーは、宗教的な禁忌とされているっていう、言われてみれば、それは信仰から外れとるやなっていうもってのほかやな。そもそもああいう国ってもう体を隠す方がさ、多いんやからさ。見せるときないもんな。体を見せつけて、タトゥーとは相性が悪いし。でも顔にさ、塗っとるよな。額に。塗っとるな。つけとる。あれは取れるやつなんだっけ？石みたいなはめとる。あれはタトゥーじゃないやろ。だってイスラム教っていう教えから外れとるからな、タトゥーは。欧米がやっぱあれか、寛容ってだけで、結構外国はさ、OK やのに日本は厳しすぎっていうさ、意見が出るけど、普通に外国でもあるわけやな。そうそう、こういう形で、アジアの方では、受け入れにくいタトゥーやし、さっき言った西洋諸国の中でもデンマークだけはタトゥーに厳しいらしくて、法律で顔とか手とか首へのタトゥーはもう違法ってはっきりと示されとって、王室の伝統的な文化に反するみたいな。何が何でも欧米やけど、タトゥー寛容っていう国ばっかりではないっていうのが書いてあったな。じゃあ、タトゥーは世界的スタンダードやっていう意見は一部ではないかもしれんけど、アメリカとかオセアニアとかヨーロッパを見て言っとるわけか。そのアジアを無視しとんな、じゃあそれは。そうやな。で、日本においてタトゥーを理由にした公衆浴場の利用拒否が争われた裁判があって、で、事件のちょっと概要としては、2017年に、ある外国人観光客がタトゥーを理由に日本の公衆浴場の理由が拒否されて、それが差別的であるとして、裁判所の見解としては、公衆浴場側がタトゥーがある利用者は他の利用者に不安感や威圧感を与え、施設の秩序を乱す可能性があると主張したのに対して、施設側の営業の自由を優先する判断を下したと。施設側の意見を受け入れたと。その理由としては、施設の利用規格として、タトゥー禁止とはっきりと明記してあることと、
利用の目的が他の利用者の快適性や安全性を確保するためであり、合理性があることといった理由から、もう明らかに施設側に非はないですよっていう見解があって。どっちかっつうと、タトゥーイコール差別っていうよりは、公衆浴場とかだと、店側のルールが優先なんやな。こうなるとやっぱ、タトゥー派の人は勝てやんな。タトゥーとさ、その銭湯の問題に関しては、昔から言われとるけど、もう完全にもう自己責任で、もうタトゥーをしてる人は、タトゥー OK の銭湯にもう行ってくれとしかもう言いようがないと思うわ、これに関しては。もう今ではな、割とタトゥー OK っていう銭湯、温泉多いしさ、多いっていうほどでもないけど、探せばあるし。探せるしな。ネットで、いくらでも。そう。だからそんな不自由に感じることはないから、わざわざそういうタトゥー禁止って言われとるところに行って、タトゥー NG ですって言われて文句言っとるっていう感覚がわからん。俺も昔さ、富山のスーパー銭湯でタトゥー入っとる人がさ、その温泉、浴槽におって、この施設はタトゥーいいんやと思っとったらさ、普通に追い出されとって、その人。結構がっつり入っとったんやけど、ってことはさ、普通に書いてあるわけやん。タトゥーあかんって。わざわざタトゥー禁止って分かっとんのに、なんで入ってきてしまうんやろうな。ワンチャンいけるかなと思って入ってきてしまうんかな。それでも公共で入りたいっていう人は、タトゥーを入れることで制限されるっていうのも分かってないんじゃない？それか、タトゥーがあるから何も言ってこやんやろとか。でもさ、たまにさ、電車のさ、女性専用車両がさ、その男性差別やつってさ、無理やり乗ってなんか、アピールする人たちおるやん。うん、おるおる。あれと似たような感じなんか、あかんって言っとるけど、なるほどね。アンチテーゼの意味で入ってきて、はいはいはい。認めろみたいな、そういう行動原理なのかな。やっぱなんか多様性主張する人が最近やっぱ増えてきとるやん。ジェンダーとかもそうやけど。多様性やからってそういう何でもしていいわけではないけど。その少数派を排除しようっていう動きに敏感な人がやっぱ増えてきたような気がするから。個人的にはタトゥー OK の銭湯やったら、全然俺もよく行くし、気にはならんかな。自分がそのタトゥー OK の銭湯には全然行くけど、イメージが先行するからさ、なんか例えばサウナの中でさ、タトゥーの人に囲まれて自分だけタトゥー入ってないのが自分だけで、和彫りのがっつり入った人に囲まれとると、ちょっと怖いけど。怖い。それは怖い。いや、いくら絶対何もしてこんやろっていうくくっとっても威圧感はあるから。確かに。囲まれたら怖いし、普通に体洗っとる横座られてもちょっと怖いわ。そういう意味ではやっぱり本来さ、リラックスする場所である銭湯でさ、そういう思いをせなあかんっていうのがもうタトゥー禁止の理由ではあるよな。確かにな。タトゥー OK の銭湯に行かんっていう人もおるわけやん。もうそれが怖いから。うん、そうやな。そういうもう OK のところと、タトゥーを完全に拒否するところで住み分けがな、すでにできとんのやから、わざわざタトゥー禁止のところにずかずか入ってくる必要ないと思うけど、タトゥー入れとる人でってさ、サウナ好きな人多い気がするわ。確かにな。富山もスパアルプスっていう結構有名なさ、サウナあるんやけど、そこは入れ墨タトゥー OK で、実際行ったら、正直タトゥー入れとる人結構おるっちゃおるんよね。タトゥー OK のところの方が少ないからさ、そこに集中するよな、タトゥー入ってる人が。そうやな。そういう場所行くと、やっぱタトゥー入ってる人の方が多いっていう状況にはなりやすいよ。東京もさ、外国人が多いからやと思うけど、結構タトゥー OK の銭湯とか多いよな。銭湯はな、結構タトゥー OK やな。公衆浴場やからな、ああいうところは OK にしとるところが多いんじゃないかな。その銭湯しか行かんっていう覚悟があって入れとんのやったらいいけどな。俺はもう散々言われとるけど、やっぱタトゥー入れる時点でさ、銭湯行けやんとかっていうのは分かっとんのやから、入れてから文句言うのはおかしいけどな。最近、海水浴場とかでも入れやんところあるよな。でも。あるある。実際さ、このカッパの湯のポストもさ、ほとんどがさ、カッパの湯に肯定的やんな。タトゥー入店拒否しますっていうのに、肯定的と賛同する意見多いよね。逆にポストに否定的な書き込みしたやつに賛成しとる人が叩きに行くっていうかあったからな。だから日本はタトゥーのイメージが悪すぎるってのもあるけどな。なんか、スポーツ選手とかさ、アーティストとかで入れたら、異様にさ、毛嫌いするようになってさ、今までその人好きやったのにタトゥー入れたせいでもう嫌いになりましたとか。でもさ、アーティストとかさ、スポーツ選手ってさ、別にその、本職は本職でさ、成果出しとるやからさ、そっちで活躍すればそれはそれで良くないと思うんやけどな。だからイメージがってことなんやろうな。浮気とか不倫とかもそうじゃない。別に本業には影響ないけど。そうそうそう。その有名人とかアーティストが入れとるから、憧れとかおしゃれの一環としてタトゥーを入れる人がやっぱ増えとるわけやん。うん。で、それで入れてしまって、
文句言っとる人ってさ、そう憧れとかおしゃれで入れたけど、結局さ、自分がさ、憧れで入れた人ってタトゥーが入ったただの一般人やからさ、もう何者でもないから、その社会に受け入れられるのが納得いかんのっちゃう。そう自分がさ、そのタトゥー入れとる有名人みたいにさ、成功しとって地位があったらさ、その銭湯へ入店拒否されるぐらいで文句言わんやん。うん。別に貸し切りの風呂とかいくらでもあるわけないから。だから、形から入ってしまっとんのがあかんねやろ。有名人に憧れて。先に有名になってから入れなあかんのよ、タトゥーを。でも、とはいえ、タトゥーを拒否する合理的な理由ってないよな。ないな。それはないわ。差別っちゃ差別やと思うわ。別にタトゥーでさ、不潔なわけでもないし、風呂入ってな、タトゥーのインクが漏れ出てくるとかそういうこともないし、うん。実際反射であるわけでもないんやから、正直差別っちゃ差別よ。全員が全員そういうわけではない。合理的ではないわ。イメージやわ。感情やわな、ただの。ただ日本においてはやっぱりタトゥーはもう半グレのイメージが強いし、この風潮に関しては、今後も消えることはないと思うから、タトゥー入れる人は相当な覚悟っていうか、向き合ってかなあかんと思うから。若い時だけやろ、タトゥー入れたいのなんて。おじさんになった時にファッションタトゥー入っとったら痛いもんな。なんだかんだタトゥー消す人もな、出てるくらいやから、一時の感情で簡単に入れるもんではないよな。実際タトゥー入っとって、銭湯入れるところって少ないけど、国としてはタトゥー入っとる人も入れたった方がいいんじゃないのっていう見解述べとるよな。観光庁とかが。はい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 。だから国の方針的にはタトゥーにもっと寛容になれっていうことらしいけど、国民感情的にはなかなか難しい。今の多様性を受け入れる世の中の風潮やな。住み分け知っていくしかないんじゃない？良くも悪くも。そんな感じで、今日は温泉施設のタトゥー禁止のポストが話題になっている件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。